こんにちは。今回は現役の金時計師ニッチが新たに自分用に本気で買った一生使う国産ヴィンテージ時計を3本ご紹介します。時計師の視点で解説しますので、どうぞ最後までご覧ください。ニッチ。まず一つ目はセイコークレドール GBAJ003 です。1974年誕生のセイコーの高級ライン、クレドールはフランス語で黄金の頂を意味します。その名の通り、日本の美意識と究極の職人技を融合させたセイコーブランドの中でもドレスウォッチの最高峰としての歴史を持っています。頂から連想した山と3つの星を冠した紋章は、日本一の美しさと感性、技術、技能の調和を象徴しています。かつては貴金属のみを用いた特選腕時計としてスタートし、そのアイデンティティは世界を驚かせた極薄ムーブメントの技術にもあります。彫金や漆、七宝といった日本の伝統工芸を文字盤に宿し、スイスの時計とは一線を画す日本独自のラグジュアリーを追求。袖口に収まる上品な薄さと工芸品としての気品を兼ね備えた、まさに国産ドレスウォッチの代表です。ニッチがこのモデルを選んだ理由は、一つ目はクレドールであること。それはクオリティとして優れているという信頼性から、買って間違いはないという経験則によります。二つ目はプラチナであったこと。手持ちの時計で貴金属モデルがなかったため、スイスブランド含めて割安なヴィンテージ時計から探していましたが、金無垢となると当然価格が上がるもので、どうしたものかと考えていたら、この時計が目に入ったそうです。貴金属モデルだとステンレスに比べて耐食性が格段に上がるので、長く使うのであればおすすめです。3つ目はインデックスがダイヤモンドだったこと。ニッチはキラキラ系が割と好きなのですが、メンズの時計でこういう宝石系のデザインはあまりないので、これだと思ったとのこと。そして4つ目はムーブメントがまだ正規修理を受けられるという点。この時計はおよそ46年前の時計でクォーツなので、回路チェックはした方がいいと思いますが、購入前にクレドールの修理受付サイトでまだ修理可能か調べました。オーバーホールのみで5万円かかりますが、まだ可能だったので購入。このキャリバーなら野郎自身でやってもいいと思いますけどね。クォーツで長く使うつもりなら正規修理は避けられないとの判断で、近いうちにセイコーに修理出しするそうです。サイズ的にはちょっと小ぶり。30.6 ミリで、最近価格が高騰しているパテックフィリップの96と同じくらい。ただ、96よりも薄いので、なおさら小ぶりに感じます。ただ一応これでメンズサイズ。私が野郎の腕には小さいんじゃないの？と聞いたら、いいんだこれでと、ニヤニヤしていました。そして2つ目は、キングセイコーのファーストモデル。1961年、長野の諏訪製鋼社が放ったグランドセイコーに対抗すべく、東京の第二製鋼社の執念が生んだのが、キングセイコーです。まさに社内の意地をかけた激しい切磋琢磨から誕生した国産時計師に残る傑作。当時の初任給に匹敵する価格の高級機であり、裏蓋に輝く黄金のメダリオンはまさに王の名の象徴でした。GS が精度に特化したのに対し、KS は薄型機をベースに美しさと精度の両立を追求。大型店舗を搭載することで実用における高い安定性を確保したのです。また内部機械を観察すると微調整環球芯が採用されており、ここにも亀戸のプライドを感じます。現代の時計師が見ても驚くほど頑強で合理的です。60年以上経った今もなお、適切なメンテナンスを施せば現役バリバリの精度を叩き出す。この圧倒的な耐久性こそがニッチがこの時計を買った主な理由です。またニッチが古い時計を集め始めたきっかけは、国産ヴィンテージに惚れたからです。一時期はスイスに興味が移ったこともありましたが、最近は価格の高騰もあり、改めて手頃な国産ヴィンテージの良さを感じています。同世代で比較すれば、外装のクオリティの面では当時のスイスブランドにはかないませんが、内部機械に関しては雲上さん大ブランドやロレックスには及ばないものの、その他のスイスの中堅ブランドには迫っていたと思わせる出来です。
実際、精度については天文台コンクールを総なめし始める時期で、かなり気合を入れて作っていたと思います。パーツの入手に関しては少し難がありそうですが、破損しやすい天芯や裏押さえ、ゼンマイについては別作で対応すればよし。手間と工賃はかかりますが、使えなくなるほどではないでしょう。ニッチが手に入れたこの個体は、文字盤に経年の焼けが入っており、紫色に見えることがあります。こういうのを最近はパティナというそうで、多くの人が新品同様のコンディションを求める一方で、ニッチのような構図化は個体ごとに独特の風合いを求めるという、そういうのが好きな層も一定数いるのです。まあ昔はこういう個体はゴミ同然に扱われていたそうですが、唯一無二性という価値観から眺めてみると、そんなに悪くない、むしろこういう風合いを持った時計の方が愛着や温かみすら感じてきます。すでに持っているロードマーベルと比べると、キングセイコーの方が針やインデックスが太い。金針の厚みもロードマーベルが80ミクロンですが、キングセイコーは100ミクロン。分厚い。この点からも特別感が違いますね。ちなみに、まだ分解掃除はしていないので、次回動画はキングセイコーファーストの分解掃除にするつもりです。3つ目は、シチズンのスーパーエース。ニッチには珍しい、セイコーじゃない時計だ。1960年代初頭、シチズンが精度と信頼性の限界に挑んだ名機、それがスーパーエースです。主力機の一つ、レースをベースに作られた特別仕様モデル。製造期間は1から2年ほどと、個体数が希少なようです。その名にあるスーパーとは、出荷前に熟練の職人が厳しい基準で追い込んだ特別調整の証明であり、23隻という多隻化によって驚異的なほどの安定性を実現しました。さらに、ヘリコプター投下実験で知られる耐震装置、パラショックを搭載。ドレスウォッチのような気品ある薄さを持ちながら、現代の時計師が見ても驚くほどタフな構造を誇ります。特筆すべきは、裏蓋を開けた瞬間に広がる金メッキ仕上げのムーブメント。これは単なる装飾ではなく、防水と耐久性を高めるための贅沢な仕様です。文字盤や裏蓋に刻まれた星のマークは、当時のシチズンが技術の粋を尽くした情熱の象徴。アンティークでありながら、現代でも日常使いできる実用性と信頼性を兼ね備えた、まさにシチズンの誇りとも言える一本です。ニッチが珍しくシチズンの時計を買った理由は、このスーパーエースを見た時に、これは他とは違う、と稲妻が落ちたからです。キングセイコーを超える太い針とインデックス、そして当時ではおそらくでかい、ビッグケース。ヴィンテージ時計でこれほど力強いデザインの時計はそうそうありません。脳筋的思考にぶっ刺さりの、まるで紳士服を着たマッチョマンを想起させるかのような風味。一目一撃で惚れて即買いした時計です。シチズンにはこうしたスーパーシリーズがあるようです。まだそんなに詳しくないのですが、高級機デラックスを元にしたスーパーデラックスや、普及機ジェットを元にしたスーパージェットなどがあるようです。これを手に入れちまうと、スーパーシリーズをすべて揃えたくなるクオリティで、久々に興奮しています。この動画をご覧の方で、スーパーシリーズについて詳しいよっていう方、コメント欄でご教授ください。よろしくお願いします。さて、今回紹介した3本に共通しているのは、何十年経っても色褪せない、メーカーの意地が詰まった設計の良心です。正直、資産価値や流行りも悪くありません。でも、ニッチが言うには、やっぱり、表向きの美しさにこだわりを詰め込み、裏蓋を開けた瞬間に語りかけてくるような脳筋設計な、年月が経過してもしっかり動く時計に惹かれてしまいます。結局、こうしたこだわりと堅実な内部設計の哲学が詰まっているものこそが、時代を超えて愛されるんだと再確認しました。形あるものはいつか壊れます。ですが、こうして直して使い続けることにこそ、国産時計の魂が宿っている気がします。皆さんの大切な一本も、ぜひ末永く愛してあげてください。皆さんがこの1年で手に入れたガチな一本を、ぜひコメント欄で熱く語ってください。すべて目を通させていただきます。それでは、素敵な時計ライフを。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。